皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。テイラー級数は多くの数値計算法の基礎理論になっています。例えば数値微分、数値積分、特殊関数値の計算などがあります。これらは数式モデリングで構築された微分方程式を解く際に不可欠です。また基礎式をテイラー展開すれば近似モデルを作ることも可能です。本動画では今後数式モデリングに関してさまざまな話題を取り上げます。これにはテイラー級数の知識が必要となります。そこで今回はテイラー級数についてお話しします。テイラー級数の一般論は1715年に英国人ブルック・テイラーにより報告されました。それは1772年にラグランジェがその重要性に気づくまでベールに包まれていました。テイラー級数を定義するテイラーの定理を厳密に書くと次のようになります。今 b イコール a プラス h と置くと1式は2式のようにも書くことができます。1式2式を関数 fx のテイラー展開と言います。また最後の項はラグランジェの乗与と言います。これらは高校の時に習う平均値の定理を一般化したものです。平均値の定理については関係の図書を参照してください。1式は関数 fx において x 座標上の点 A から離れた点 B における関数値 fb を級数の和で理論的に正しく計算できる可能性を示しています。同様に2式は関数 fx において x 座標上の点 A から h だけ離れた点 A プラス h における関数値 f(a プラス h) を級数の和で理論的に正しく計算できる可能性を示しています。一般に数値計算法の説明を行うとき、1式は3式のように表されます。ここではラグランジェの乗与を使わず級数の和を無限大まで求めるという表現に変わっています。3式は点 A における関数値を用いてこれより x-a だけ離れた点での関数値 fx を計算できることを意味します。当然無限までの計算はできません。ここでは必要な精度に応じて級数の和を求めればよいことになります。同様に2式は4式のように表されます。これは任意の点における関数値を用いこれより h だけ離れた点における関数値 fx プラス h を計算できることを意味します。それでは3式を導いてみましょう。今関数 fx が5式のような無限級数で表されると仮定します。5式を x で1回、2回、3回と微分するとこれらの式を得ます。ここで x イコール a と置き式を整理すると各項の係数を決定できます。その結果5式は6式となります。6式が3式に等しいことは明らかですね。各項の値を求めるのは容易ではありません。仮にこの計算が可能であり、4式に基づき fx から fx プラス h の値を計算することを考えましょう。最初に h の値を設定します。これが適切に小さな値であれば、テイラー級数の各項の値は0へ向かって小さくなりますが、h が大きすぎると発散します。この時の計算値は当然正しくありません。今、適度の大きさの h に対して必要な数だけ級数項を計算します。そしてそれらの和を求めます。こ
この計算によれば満足する精度で計算値を得ることができると予想できます。このような計算は上微分方程式の初期値問題を解くときに行われます。この場合、前の時点の値を使って次の時点の値を求めていくため、信頼性の高い計算法が必要となります。それではテーラー級数式を数値計算で利用する場合の例についてお話しします。最初は数値微分への応用です。有限差分法についてはすでに第8章 8-4 で述べているので復習してください。最も簡単な1回の微分公式は7式で与えられます。この式は4式の右辺の第3項以降を打ち切ることで得られます。しかしながら有限差分法では理論的に考えて計算ソフトの有効桁数に匹敵する精度で計算値を得ることができません。それは7式に含まれる関数値の差により桁落ちが生じるからです。この問題は8式の複素空間で展開されたテーラー級数の式を使うことで解決できます。本式の虚部だけを取ると9式となります。これより1回微分式は十分に小さな h に対して10式となります。10式には7式のような関数値同士の差が含まれていません。これにより h を小さく取るほど微分値の精度が高くなります。丸目誤差程度の微分値が得られるのは奇跡的であると思います。詳細は第8章 8-5 の動画を参照してください。ただし、10式を使って実用的計算を行う場合、C++ における複素数の計算機能を利用しなければなりません。よって、プログラミングの学習が必要となります。次は数値積分への応用です。数値積分といっても、ここでの話は微分方程式を解く際の積分についてです。代表的な計算法にオイラー法とルンゲクッタ法があります。前者はテーラー級数式の2回微分以降の項を、また後者は5回微分以降の項を無視した式に相当します。多くの場合、より計算精度の高いルンゲクッタ法で対応できます。しかし、本法でも満足できる計算値が得られない場合、テーラー級数法の導入が必要となります。本法では項数を必要なだけ増やして和を求めながら式を解いていきます。次に関数値計算への応用について述べましょう。3式において a=0 と置くと11式のマクローラン展開の式が得られます。これは特殊関数を無限級数で表し、その値を求めるのに使うことができます。例えば、指数関数 EX、対数関数 log1 プラス X、三角関数 sinX と cosx のマクローラン展開はここに示す式となります。面白いのは、指数関数へ複素数を導入すると、オイラーの公式が得られます。本式は指数関数と三角関数の関係を表すとても有名な式です。以上のように、テーラー級数は関数を無限級数で表すことにより様々な形で利用されています。特に数値計算ではなくてはならない計算の原理となっています。テイラーは彼の式がこれほど重要なものであることを当時推測していたのでしょうか。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画までごきげんよう。